このブローシャンドームに関わっていただきました、建築家の坂茂先生、それからですね、総合プロデューサー原健也先生、そしてですね、料理研究家の土井善晴先生のですね、今日お三方をお招きしての大変贅沢なトークセッションとなっております。お楽しみいただければというふうに思っております。それではですね、まず最初に、主催者を代表いたしまして、ゼリージャパンのですね、サラヤさんの方からご挨拶をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひですね、今日はもう本当に万博がなぜこのブローシャンドームができて、皆さんがこれを将来に向けてどういうふうに考えて活用していくかということで、3人の先生方から、私も含めて後トークセッションをさせていただきます。そういう意味で、ぜひお楽しみいただきたいと思います。僕らはその純粋な、万博らしさを出そうということで実験をしてます。A ドームはこのように、A、B、C、A はですね、竹の集成材でできてます。竹っていうのはですね、身の回りにありますけども、それを建築の構造にするっていうのは実はすごく新しいことなんですね。昔日本の民家では竹使ってましたけども、今ではもう竹っていうのは実は直射日光に弱いとかいろいろ問題あって、建築の法規に合わないので使えないんです。それを新しく開発したもの。それから B はカーボンファイバーですね。カーボンファイバーとか車とか飛行機に使われてますけど、これも世界初のカーボンファイバーの建築です。で、3番目これですけども、さっきから言ってますように、これは紙のドームです。原子構造を模して木のジョイントでくっつけてますけど、これは全部厚み19ミリの、再生紙、サランラップのちょっと大きなものだと思っていただいていいと思います。それを建築の構造体にしています。で、今回それをどうしたかというと、純粋に竹の形でこれ古代昔は民家で使ってましたけれども、これ結構簡単に割れてしまったり構造の計算に乗ってこないんですね。大きさがまちまちですから、それを今の現代の建築の法規に合うようにしようということがこの開発です。まずこうやって割ってですね、それから熱処理をして、でこれ接着剤で圧縮して接着しています。でこのように、接着したものを、つないでいってですね、でジョイントも全部竹でできてますけども、これ今度はまさにカゴのような形を編んで作ってます。ですから特殊なジョイントなく作れるんですけども、ですからこの断面ですね、これ大体19センチぐらいの幅ですけども、木であったらもっと太いものが必要なんです。木よりも強いですから、だからこんな華奢な形で構造ができるんですね。でこういう形でできた世界初の竹の集成材のパビリオンです。なぜカーボンファイバーを使ったか。実はですね、カーボンファイバーは建築に使われてないんです、ほとんど。なぜかというと、高いからですね。それと同時に、カーボンファイバー、さっきから言ったように、物を軽くするために、飛行機とか車を軽くするために使いますけども、建築って軽くする必要ないと、今まで思われたんですね。建築って重いものだし、動かないものだ。でも僕は建築って動いていいんじゃないかと思ってるんですよ。例えば、いろいろな建築がですね、10年、20年あったと思うと、崩されて壊されてまた別の建物がどんどん建ちますよね。大体商業建築は2、30年でまた壊されて次になります。で大量のゴミが出るわけです。コンクリートはリサイクルできませんから。だけど例えば移設するとかしたらいいんじゃないか。あるいはこれから宇宙基地を作る必要ありますよね。月面とか。そんな時にやっぱり軽いものを持っていかなかったら旅行って持っていけないわけですよ。だから今までは必要なかったけども、建築が軽くなるっていうことにメリットが出る。例えばこの夢島っていうのはこれゴミの埋め立て地です。ですから地盤がすごく悪いんですね。ですからここに全部ある仮設の建築を作るために地盤改良をしたり杭を打ったりして、でこれが万博半年後終わってしまったらそれまた大量のゴミが出ます。ですからここではなるべくゴミを出したくない、解体したくない、解体した後のゴミを出したくないっていうのですから、これはこの建物の荷重はですね、基礎を作るときに土をどけますよね。その土の重さよりも建物が軽いんです。ですから理論上杭を打つ必要がないんですね。でこのパビリオンですけども、この木のジョイント、これ30センチ近くありますけども、電子構造のようにこの歯間を厚み19ミリですね、接続していって、こうボルトで締めて、これも解体できるようになっています。でこれが骨組みですね。はい、次お願いします。で今回、皆さんの上にあるのはこれですね。でこういうふうにですね、この材料はリサイクルできますけど、今回は、リユースします。A のところに、皆さん待ってるところに絵があったと思うんですけど、次お願いします。これどうするかっていうと、
インドの下にですね、モリディブという島があるんですね。そこの島にですね、リゾートの施設を僕設計依頼されまして、この建物を分解して全部船で運んで、軽い陸ですから分解して運びやすいわけですね。それまた向こうで建てて、こういう膜材、今度のここは全部完全にドーム状に覆ってますけど、こうやって開いて風が通るようにするんですけども、この構造体は全部モリディブに行って再利用されます。そういうふうに軽くて運べる建築を作ることによって、こういうことが可能になるわけですね。全体の空間はこんなふうになってまして、最初の A ドーム B ドーム C ドームっていうふうになってるわけで、皆さん今 C ドームにいらっしゃるわけですが、最初のA ドームではですね、水の循環、水っていうのは皆さんもよくご存知ですよね。水道に蛇口をひねったら出てくるわけですけれども、そういう馴染んだものだけれども、でも生まれて初めて水を見たような体験ができると、非常にやっぱり好奇心が湧き出してくるというか、このパビリオンのテーマは海洋、海なんですけども、海っていうのはまさに水なわけでありまして、水がどんなふうに地球の上を巡っているかということを、新しいリアリティで感じていただくという装置を、A で作りました。そして B は、この巨大な、直径というか天井高15メーターぐらいのある、巨大な空間を贅沢なことにたった一つのビジュアルで、見せていく、そういう構造を作ったわけですね。これはLED の、スクリーンでピッチが 2.5 ミリぐらいって本当に微細な精細なスクリーンを作りまして、そこで本当にものすごく単純明快なもう難しい装置を眼鏡をかけたりしなくても、体一ついけば体感できる、そういう映像の装置を作りました。そこで海洋の、結構シリアスな問題を、紹介しています。ご存知の通り海っていうのは今大変なことになってるんですね。ほんのわずかこの50年間ですね、人間がプラスチックを作り始めてこの50年間の間に約1億5000万トンという、廃棄物がですね海に流れ込んでしまいました。これは大変なことなんです。で、海というのは大体皆さん目に見えるところの海でサンゴ礁がきれいとか思っているか分かりませんが、光が届く海は200メーターなんですね。その200メーターから下は真っ暗で何にも見えない。しかしそこが海の大半のリアリティなんですけども、そこにプラスチックがどんどん沈み込んでいってるわけです。で、これは海洋のその生物学者が言うには、深海の生物学者が言うには絶対に回収できないということになっています。もう1億5000万トンで、実は毎年800万トンの廃棄物が海に流れ込み続けておりまして、このままもう25年進むと海の中の魚の全量よりもプラスチック廃棄物の方が多くなってしまうという戦慄のデータが出ています。これはもう後戻りできないので今何とかするしかないんですね。そういうことの怖いリアリティを分かりやすい映像にしていくということで、皆さんの態度変容を促すということを考えました。いろんな会議をここでやりますけれども、ゼルジャパンが主催するさまざまな英中結集したミーティングをここでやりながら、その道筋を見出していくという、これはまだ未知な領域ですけれども、そこに踏み出していく最初のステップをこのシード部で踏み出していく、そんなようなことになっています。未来のことを考える人ってあんまり世の中にいてそうでいてないんですよ。もう自分のことしか考えてない。だから私より年上の人ら言うたら、もう本当にもう後のことはもう自分がいなくなったからもう若いもんにお任せや言う人が多いんですわ。そんな中で私らは少なくとも未来のことを考えてるんやと思います。私が職の中で関われるっていうのはこの原さんがこの中のこういうような施設があって、バンさんがこんなふうに何一つ無駄にしない未来に役に立つ建築、そして全て新しいものをやるからっていうようなことなんですけども、そこで私が飲み物とか何かを考えてほしいとかいうようなことがあったんですよ。でも口の中に入れるものってみんな一番大事にするのはおいしいいうことでしょ。ね、おいしいものを言うたらなんかここでこのスープのこの容器は決まってたもんですから、だしかスープか何か飲み物いうようなことなんですよ。でもそういった飲み物でおいしさって言ったら、あっちのスープの方がおいしいなとか、こっちのお出汁の方がおいしかったなとかいうような競争の世界いうことでしょう。競争のない世界をやるっていうようなことが一番これも新しいんですわ。だからこんな小さなカップの中ですけども、とにかく超純粋ですから、
純粋って言ったらもう科学的に人工的にしか純粋なんて作れないんですよね。そういう意味で科学を超えた自然物、それが超純粋ということなんですね。その超撥水を使ってオブジェクトを作るってことはもう25年ぐらい前からちょこちょこやってましてね、今回はその集大成で循環というもう全体の構造を見せようと思ったわけですね。でもおっしゃる通りみそぎですよ。Aドームは海を考えるにあたってちょっと心を浄化してもうなんか水を夢中に見てもらうようなことを体験した後で真っ黒い空間で待機し巨大な映像に接してくるって、そのストーリーですよね。サラヤさんってまさに消毒液を、作られている会社なのでまさにそのみそぎの空間と水の空間というのはすごく合うかなというか、実は裏話がありましてね、暗くしすぎる、暗くしないと LED は見えませんよね。暗くしすぎると建築の美しさはわからないですよね。原先生と伴先生がどの暗さにするかって一時ですね争いがございまして、私おろおろしてたんです。でも最後はですねよく折り合っていただいて建築の美も分かるし映像美も分かりますと。この辺なんかご感想ありますか？ちゃんと決まった。最初約束は漆黒のドームにしてもらう、真っ暗っていうふうにずっと進めてたんですよ。だから LED のそのスクリーンには何もカバーもなく LED スクリーンだけが存在しているようなことだったんですけども、バンさんがある時漆黒だとすると建築はどうやって見せるんですかって言われて結構ショックを受けてですね、でも明るくなると映像が見にくいかもしれないということで結局その襟巻き時計のようなそのお椀状の中をこの無反射の黒で塗ったその襟巻きを作ったんですね。そこに半球ドームをはめ込んだ形にしたんですね。結果的に今それが非常にユニークな形になっていて、全体としてはインスタレーションとしても面白くなったので、これはせめぎ合った成果としては面白い結果ができたなと思いますけどね。伴先生、その建築の構造的見どころもう一声押してちょっとなんかご紹介いただけませんか？暗くてあんまり見なかったかもしれませんけど、細さ多分世の中で見たことない、あまり気がつかなかったかもしれませんけど、あんな細いものでですね、あんな大きな空間に19メーターあるんですけどね、あんなものないですよ世の中に。本当世界初の軽量な構造ですね。ですから何気なくご覧になってるかもしれませんけども、あるいはこの椅子もこれ全部っていうかベニヤと紙、皆さん座ってるのも3本の紙の筒を束ねて作っただけの椅子なんですけど、まずは先入観をなくすこと、弱いものとその耐久性のあるってことは違うんです。コンクリートって言ってもすごい強いけども地震で簡単に壊れますよね。だから軽い建築は、紙の建築は地震でも壊れないんですね。ですから皆さん先入観をなくすっていうのが問題解決とかいろんなデザインのその中心になってくるんじゃないかなと。